ごきげんよう、犬越健ポチです。突然ですが皆さん、先日公開されたポケモンレジェンズアルセウスの PV も見ましたか？従来のシリーズと一線を画した斬新な世界観設定、待望のリアルエンカウント、そして物語の根幹に鎮座するアルセウスもめちゃくちゃ楽しみですよね。この PV の冒頭、非常に気になるものが映っていました。趣のある机の上に和とじの本と筆、そしてオイルランプの火に照らされた木製のモンスターボール。さらに公式さんの Twitter で気になる一言が、モンスターボールには木材が多く使われ、ポケモンを捕まえると上部から蒸気が出る。蒸気機関を持つモンスターボール。これはスチームパンカーとしては見逃せない重要な設定です。もうこれ作るしかないということで、犬越県今回のお題は木製のモンスターボールを作るです。しかしこれ本当に蒸気機関なのということで、制作にあたりいくつか気になる点を考察していきたいと思います。よろしくお願いします。まずはこの木製モンスターボールの仕組みを割り出すため、作品世界の文明レベルを考察してみましょう。前提になっちゃうんですが、ポケモン世界と我々の世界は全く別物です。というのも、レジェンズアルセウス内の年代についていろいろ調べたんですけれど、決め手になるものがいまいち見つかりませんでした。時代や地域の特定を拒むように様々な要素が巧みにミックスされている印象を受けます。ポッチの知識不足かもしれないんですけどね。一応舞台やモチーフはアイヌっぽいと多くの人が連想するように考えられてはいるんですけれども、開発者の意図としてはなんとなく北国に住む神話の民が神々と密接に交わっていた時代のお話なんだなーくらいの神秘的な世界観が演出できれば OK なんじゃないかなって思います。そもそもポケモンで言えば初代のゲームがリリースされた1996年と現実世界を照らし合わせた時点でポケモン転送システムなんかどう考えてもオーバーテクノロジーですし、ポリゴンのような生物は我々の世界には存在し得ませんよね。ということで一応ポケモン世界と現実世界を切り離して考えていきたいと思います。そうは言ってもですが、あえて時代というか世界観を特定しようとした場合、最も信用がおけるのは最初の机のシーンじゃないかなと思ってます。ちなみにこのシーンは、この画面はゲーム内のものではありませんとしっかり注意書きが出ています。しかし少なくとも、モンスターボールとともに映り込んでいるアイテムは、開発初期段階での世界観の目安となっていたはずです。ということで、具体的に見ていきましょう。まずは中央のワトジボン。これ自体は平安時代から日本にあって非常に歴史の古いものです。映像を見ると江戸時代に流行した後期とじになってますね。ちなみにレジェンズではこのワトジボンがポケモン図鑑になると私考えております。後で詳しくお話ししますね。本を照らすオイルランプは日本においては江戸時代末期にオランダから輸入が始まりました。実は西洋タイプの本も机の奥に積まれていて、これはどちらも明治期には高級品でした。とはいえ、モンスターボールを開発するような研究者のもとには案外かなり早くからランプも本もあったかもしれません。すずりと筆は割愛します。あと机自体も見たところ、日本で古くから使われていた付机というよりかは、椅子に座って使う西洋机のようです。このワンシーン、和洋折衷のモダンな香りが漂いますね。ということで、このシーンは文明開化から大正ロマンあたりのものであるという可能性が高そうです。ところで、マタドガスのリージョンフォームご存知でしょうか？毒々しい煙が顔中にまとわりつき、頭からは体内の毒を吐き出すために長く大きい煙突が生えています。その姿はカイゼルヒゲを蓄えたシルクハット紳士そのもの。ソード&シールドの図鑑説明によると、工場が立ち並び空気が汚れていた昔、なぜかこの姿に変化したというのです。この昔というのは、ポケモン世界における産業革命の頃を指していると思われます。つまり、ポケモン世界のしかもガラル地方に産業革命があったことが確定しましたよ。以上を踏まえて、レジェンズ・アルセウスの舞台設定は19世紀末から20世紀初頭頃ではないかと推察します。スチームパンク作品の主な舞台となるのは、イギリスで産業革命が起きた後のこの時期と重なります。日本においては明治から大正時代あたりを舞台にする場合が多いようです。蒸気機関のモンスターボールが登場するにはうってつけってわけです。ちなみに PV 本編には遥か昔という表現が登場します。この言葉を聞いてイメージするのはそれこそ神話の世界ではないでしょうか。数百年あるいは1000年以上昔を指す言葉にも取れます。ただこれに関してもとりあえずは神話が息づく世界観、今とは異なる人とポケモンの関係性といった空気感を演出するワードぐらいに考えて問題ないと思います。無事にレジェンズ・アルセウスの世界観がスチームパンクであることが判明したところで、次にモンスターボールの考察に移ります。まずは現行のモンスターボールから基本的な知識を得ておきましょう。モンスターボールの主な機能を挙げてみます。1、捕獲に伴う開閉。2、図鑑への登録。3、ボール内の環境保持。4、転送。こんなもんですかね。さて、モンスターボールの機能にポケモンの収縮は含まれません。なぜならそれはポケモンの本能によるものだからです。1996年ポケットモンスター赤緑が発売されたわずか数日後に出版された書籍ポケットモンスター図鑑。この本にモンスターボールの開発エピソードが載っています。簡単にまとめるとこんな感じです。1925年に玉虫大学の西野森教授という人が研究中にある失敗をしてしまいます。それは研究対象の怒り猿に誤った量の投薬を行い衰弱させてしまったというもの。驚いたことにこの怒り猿、自ら体を縮め、博士の老眼鏡ケースの中で胎児のように丸まってしまったというのです。どうやらこれはポケモン自身の生存本能らしいぞということで研究が進められ、かのシルフカンパニーと共同で開発されたのがモンスターボールだったのです。モンスターボールにポケモンが入るって一連の動作、ポケモン側の能力だったっていうのが最高にびっくりですね。ここまで調べてポチあることに気づきました。図解の登録や転送といった電子処理的な部分は副次的な機能に過ぎない。むしろモンスターボール最大の機能はポケモンが収縮してボール内に収まるという点。
極端なことを言えば、まさきのポケモン転送技術や、それこそ西尾の森教授の事件から解明されたポケモン収縮の原理を知らなくても、ただ単純にボングリをくり抜いたボングリボールにポケモンを収めるだけなら、はるか昔でも可能だったのではないか。そもそもボングリとは、モンスターボールが普及する前にポケモンを捕獲するときに用いられていたものなんです。モンスターボール以前からやっぱりポケモンをゲットするという概念はあったっていうことなんですね。ここでまたポチは仮説を立てます。西の森研究以前にもモンスターボールに準ずるものは各地に存在した。とりわけポケモンと人との距離が近かった新欧地方においては、それを神の力と解釈した上で古くから用いていた。ここでいう神の力の源、言うなれば神の水戸でも呼ぶべき木の実はもちろんボングリのことです。多分、ガンテツがボングリを使ってボール作りをしているのは偶然ではないと思うんですね。丸い実なら何でもいいわけではなく、おそらくボングリでなければならない理由があります。それが何なのかについて考えてみます。ボングリの形状を見てみましょう。まん丸ですね。スルッとしていて、そして硬そう。思い出してください。ガンテツさんが手に何を持っているのかのみですね。あれでガリ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 と丸1日かけてやっと一つのボールを仕上げているのです。ほぼ間違いなく硬いです。あの木製モンスターボールを見ても下半分は木材むき出しです。上半分は塗ってあるだけ。ちなみに色が朱色なのも神の力と関係ありそうでちょっとワクワクしますね。しかし、ボングリがモンスターボールとして使用されてきたのはその硬さと形状のためだけでしょうか。ここでも仮説を立ててみました。ボングリの出身にはポケモンの心身を癒す力が秘められている。その力によってポケモンは胎児の頃の感覚を呼び起こされ、卵の代わりであるボール内に収まる。またそれによりボール、つまり卵の所持者であるトレーナーへ親のような愛着を感じるようになる。先ほどボールの機能を箇条書きした際にあえて外した項目がありました。それがポケモンとトレーナーとの絆です。変だと思ったことありませんか？もし自分が野生のポケモンだったとして草むらから飛び出した途端人間とポケモンにボコボコに攻撃されいきなりボールに押し込まれ別れの挨拶もなしに故郷から引き離されそのトレーナーに生涯尽くすってあんまりじゃありません？この手の話は半ばタブー化され散々ネタにされてきましたがここにもきちんと理由があるとポチは思うのです。というのもモンスターボールの底にあるあの緑の石他の部品はなんとなく理解できるんですけどあの緑だけマジで謎。いろいろ考えた結果あれはポケモンのケアに使われるものなんじゃないかなと思いました。モンスターボールの中はポケモンにとって快適な環境である。ポケモン世界においての常識ですね。では具体的にどんな環境なんでしょう？起こり猿の文献には胎児のように丸まってとはっきり書かれています。これは比喩でも何でもなく胎児の状態で眠っていると考えてみてはどうでしょう？アニメの話になりますが、ロケット団の小次郎が幼少期にゲットしたマスキッパー十数年ぶりに発見するというシーンが登場します。十数年って。これはもちろんボールに入った状態でです。その間完全放置。それでもマスキーパーは元気にボールから飛び出してくるんですね。ここで重要なことがわかります。ボールの中は特殊な環境もしくは状態になっている。胎児の話に寄せれば、ボールの中はいわばポケモンにとって卵の中と同じ状態。そこでボールに格納されている間は胎児として安静な状態で眠り続けていると考えれば、西の森研究はまさに成功を得たものであったと言えます。その胎児の状態を作り出すのが例えばボングリの種子だったりして。ボングリの実は硬い、つまりまだ熟してない可能性が高い。そうなれば中の種子は当然青いままです。また木の実が皮を硬くするのは大事な中身を守るため。波のポケモンには到底破壊することのできない超頑丈なボングリ。その種子になら何かすごい力が秘められていると十分考えられます。それにポケモン世界においての木の実やハーブはポケモンの心身に大きな影響を与えるアイテムにもなってますしね。野生のポケモンはこの緑の光を浴びることで闘争本能が和らぐと同時に胎児の頃の感覚が呼び起こされ体を収縮し丸くなります。心身の癒しを感じながらポケモンは一時的に卵の中に戻るのですね。そして再び卵から出た時目の前にいるトレーナーに対して親のような愛着を抱くというわけです。ちなみに身の個体差によってポケモンは自分のボールを認識しそれ以外のボールには反応しなくなるのではとも考えています。余談ですが、現在放送されているアニポケの第2オープニングにて、ゲットされたポケモン視点でサトシとゴーが描かれています。ゲットされたポケモンはボールを大事そうに抱え、見守ってくれるトレーナーにおのずと親しみを感じるのではないでしょうか。いろいろ熱く語りましたが、これ全部ポーチの妄想ですからね。少なくともモンスターボールにはゲットされたポケモン自身のケアに関する機能がついていると信じています。いつの日か公式にこのような情報が出てくるのを待つばかりです。古来、モンスターボールはポケモンと人をつなぐための神器であった。そう考えてみるとロマンがありますね。ここでやっと本題に入ります。木製モンスターボールの蒸気機関は一体何のためにあるのか。先ほど挙げたモンスターボールの機能に沿って考えてみましょう。まず転送機能ですが、あの PV から察するに転送機能があるとは少々考えづらいですね。おそらくですが今作は伝書バト的な役割のポケモンに7匹目を託して研究所に持ち帰ってもらうなんていう転送と同等の措置が取られるものと考えられます。そのためのポケモンも自分でゲットして訓練とかまでできたら面白いなってちょっと思いますね。次にポケモン図鑑の登録機能ですが、これはおそらく今回のポケモン図鑑手書きです。そもそも今回のゲームの目的が新大地方で初めてのポケモン図鑑を作ること。PV を見るにゲットしたらサラサラとその場でスケッチするような描写があってもおかしくありません。その点で言うとボールに収まったポケモンの簡単な生態情報、例えば体長、体重、タイプくらいですかね、終わりやす解析期間的なものがついていても面白いですよね。サイズ的に無理かな。
現状、一番ありえそうなのがこたつ機能仮です。新王はとても寒い地域です。もし卵を持っていたら温めてあげたいですよね。ということで、こういうのはどうでしょう。ポケモンゲット時、その場所の環境、例えば温度、湿度、匂い、明るさなどを即座にスキャンし、ボール内に反映させる機能です。その演算及び実行が済むと、頂点から蒸気が吹き出し、ゲット完了となるわけです。ありそうじゃないですか。またトレーナーにとっても湯たんぽ的であったかそうですしね。寒さ厳しい新王地方を冒険するわけですから、そういう機能があったら嬉しいですよね。未だ謎多きレジェンズですが、あの木製モンスターボールもさることながら最もポチが気になっているのは、とある博士の存在です。とある博士というのは、レジェンズの公式サイトにそう書かれた人物のことです。最初に選ぶポケモン3匹に関して、とある博士が様々な地方で出会って一緒にこの地方へやってきたようだと書かれており、そのとある博士がポケモン研究のために各地を巡り、そして何かしらの研究目的があって新王地方を訪れた旅人だということがわかります。今回の御三家はちょっと変則的なんですよね。今までの歴代御三家から日の嵐、木狼、みじまるの3匹が選抜された形です。ちなみにですが、日の嵐、木狼、みじまるはそれぞれネズミ、フクロウ、ラッコのポケモンですよね。この3種類の動物はアイヌの神話において重要な役割を持っており、この作品が神話と深いところでつながっていることを示唆しています。なかなか憎い演出ですね。その博士がポケモンを連れて新宇地方へとやってくることで物語は始まります。蒸気機関のついたモンスターボールはおそらくこの博士の作品。そしてそれが作れるほどに蒸気機関に習熟した人であるということを考えると、博士がガラル出身であるという線も十分に出てきます。博士は様々な地を渡り歩く中で神王の神話や人々の暮らしに興味を持ち、この地を訪れた可能性があります。一見、未開の地である神王のポケモン図鑑を完成させるために現れたように見えますが、多分違いますよね。おそらくアルセス狙ってますよね。皆さん、とある博士はマッドサイエンティストですよ。その場合、頭にはゴーグル、怪しげな懐中時計や歯車の装置を常に持ち歩く怪しい英国紳士として登場するでしょう。そして博士の相棒ポケモンはもちろん、シルクハットとカイゼルヒゲのマータドガス、ガラルの姿で決定ですね。世界中のスチームバンカー歓喜ですね。はは。ところで、モンスターボール開発の父、西野森教授という名前がどうしても気になって調べたら面白いことが分かりました。西野森というのはポケモンの初期スタッフの杉森氏、西野氏、森本氏の名前をちょっとずつ拝借してできた名前だと思われます。せっかくなんで呼びやすいように、とある博士に仮名をつけてみます。田尻氏、増田氏、渡辺氏あたりから拝借して、田辺博士、仮というのはどうでしょう。もう一丁仮説立てます。ガラル地方で蒸気機関の知識と技術を得たとある博士は新王地方にてボングリボールに蒸気機関を搭載した木製モンスターボールを試作。後に研究を進めるためにシルフカンパニーを設立し、来たる1925年に西野森教授と出会い、モンスターボールの開発に見事成功する。とにかくこれだけ思わせぶりなんですから、田辺博士仮は十中八九、後のポケモン世界に多大なる影響を与えた人物でしょう。それが何者かと考えたとき、この時代において先進的なモンスターボールを開発しているという点において、この人こそ真の意味でモンスターボールの生みの親と考えるのが妥当じゃありませんかね。先ほどゲーム内の文明レベルを一応考えると明治から大正あたりだとお話ししましたね。数字に直すと今から約120年前後昔です。皆さんもお気づきでしょうか。そう、西の森研究の記念碑的年号である1925年とその差わずか2、30年。田辺博士彼が研究に費やしたであろう歳月を考えれば、この2人はほぼ確実に現役の研究者として出会っていたはずなのです。ところで、シルフカンパニーのシルフって何だと思います？おそらくですが、これは錬金術において進行されていた4大元素のうち、風を司る精霊シルフを指しています。そこから発展した5大元素において、空気は基本物質であるエーテルに熱と質という2つの要素が加わってできるものであると考えられています。熱と質。ポチはすぐに状況を思い浮かべましたよ。また、精霊シルフの語源は森や樹木という説もあり、木製モンスターボールとの関連すら示唆させるものとなっております。とある博士はシルフカンパニーの創設者説を推せます。ポケモン世界において最大の謎といっても過言ではないもの、それがモンスターボールです。今回そこに投げ込まれた新たな謎と可能性はもはや大事件レベルですよ。ってことで今回、ポケモンレジェンズアルセウス及び木製モンスターボールの考察をさせていただきました。なお、本考察は2021年7月時点のものです。全く外れていたら笑いながら肩でも叩いてください。そして少しでも当たっていたらポチを褒めてください。尻尾振って喜びます。大変長くなりましたが、最後までお付き合いありがとうございました。続きまして、スチームモンスターボールの制作動画も上げていきますので、そちらもご覧くだされば幸いです。またブログの方にももう少し詳しく載っていますので、ご興味ある方はぜひそちらも。次回、乞うご期待。では、旅の幸運を。